こんにちは、ポロロです。ミコと松永さん、ケンタロウとアサコさん、2組のカップルの誕生を目に焼き付けました。いやー、ほっこりしました。最後の最後でキスを回避した松永さんになんでかホッとしたのは僕だけでしょうか。それなのに SNS ではケンタロウを絶賛する声が多発。ハッシュタグケンちゃんもトレンド入り。主人公の松永さん、完全に壊れてしまいました。でも松永さんもかっこよかったですよ。最近脱いでないのもグッドですよ。さて、リビングの松永さんは今回が最終回。当チャンネルでは全ての話についてあらすじと感想をお話ししてきました。初めましての方はぜひ1話から聞いてみてください。楽しく振り返られることをお約束します。今までお付き合いいただいた方もやっぱり1話から聞いてみてください。僕の語り口も松永さんのように一皮向けられたでしょうか。突然の別れを突きつけられたミコ。松永さんはシェアハウスを出ていくことを決意しました。その表向きの理由は仕事に没頭するため、ミコとはもう会えないと断言し、松永さんはすぐに引っ越してしまいました。にわかには受け入れられないミコは、松永さんが置き去りにしたマグカップを寂しそうに手に取ります。亮は複雑な心境でミコを見やります。そこへ健太郎が帰ってきました。どこかその雰囲気は松永さんにそっくり。ミコにとってはどうでもいいことですが、保護者を任された健太郎は思った以上に気合が入っています。彼の口調や行動をトレースし、ミコのこともミコと呼びました。しまいにはあっちいなとぼやき、全員の目の前で服を脱ぎ出す始末。松永さんのように気合を入れます。背中しか見えませんでしたが、決して松永さんに見劣りしないプロポーションにミコは一瞬顔面を手で覆いました。その日の夜は健太郎の発案で手巻き寿司パーティーが行われました。しかし、茜、松永さんと立て続けに住人が減り、寂しい食卓、重苦しい空気に健太郎は音を上げました。健太郎は松永さんが家を出た本当の理由をミコに打ち明けます。ミコに対し保護をする対象以上の感情を抱いてしまった松永さん。それを正直にミコの母に打ち明け、そして拒絶されてしまいます。松永さんは健太郎にだけそれを話していました。そんな松永さんを朝子さんは不器用と評します。それを聞いたミコはいても立ってもいられなくなり、松永さんという主人を失った空っぽの部屋を訪れます。明かりもつけず、真っ暗な部屋で一人棒立ちで松永さんのことを思い出すミコ。そこへ、亮が静かに追ってきて声をかけます。ミコは自分のせいで松永さんが家を出たと話します。それに対し亮は自分を責める必要はないと言いました。亮はかつて松永さんにミコのことを泣かせたら許さないと強気に迫ったことがあります。そのことは今回の松永さんの行動のきっかけの一端になっているでしょう。結果的にミコを悲しませることになり、亮の抱える思いも複雑になってしまいました。それでも亮は言います。もっと俺に甘えてよ。いつだって園田さんの味方だから。松永さんが去った以上、今傷ついているミコの心を埋められるのは自分だと思ったのでしょう。ミコは亮の顔を見ずにお礼を言います。亮はたまらなくなりました。松永さんの部屋に入り、ミコの手を取ります。俺、園田さんのことが好きだ。ミコは息を飲みます。思ってもいなかった亮の告白。しかし、ミコはかぶりを振ります。松永さんのことが好き。この気持ちは変わりません。ミコの一途な思いの前に、亮の恋は儚く散りました。ショックを受けて立ちすくむ亮を置き去りにして、ミコは部屋を出て行ってしまいました。ほとんど手のつけられなかった手巻き寿司を健太郎と朝子さんは2人で片付けています。さすがに朝子さんもこの状況では逃げられません。健太郎は朝子さんに避けられていることを自覚していました。健太郎は自分のせいだと茶化すように言います。朝子さんは何も言い返せず目を伏せました。健太郎は朝子さんを自分の働くバーに誘います。朝子さんは覚悟を決めたのでしょう。2人の関係にけじめをつけなければなりません。まっすぐに健太郎の目を見て誘いに乗ります。翌日、朝子さんは健太郎のバーにやってきました。他に客はいません。客どころかカウンターに健太郎の姿もありません。不思議そうな表情を浮かべる朝子さんに客席から健太郎が声をかけました。今夜は朝子さんの貸し切りだからと堂々と店を私物化した健太郎は朝子さんのために椅子を引きます。健太郎の髪型が変わっていました。トレードマークの長髪がバッサリと切られています。それは朝子さんと真摯に向き合う健太郎の覚悟の表れでした。健太郎はずっと朝子さんのことが好きでした。しかし離婚経験のある朝子さんをこれ以上傷つけたくない、そして嫌われたくないという思いから本当の気持ちを冗談で隠していたのです。チャラついた振る舞いは全て作られたキャラクター。でももうそんな風に嘘をつくのはやめようと思って仮面を脱ぎ捨てた健太郎はもうキスする前には戻れないと強い覚悟を持って言い切ります。朝子さんは自分も嘘をついていたと告白します。本当はドキドキしていたの。あの時素直になることを恐れ自分の感情に蓋をした朝子さん、涙を流し本音をさらけ出します。そんな朝子さんの手を取り健太郎は静かに優しく言いました。俺、朝子さんが好きだよ。私もケンちゃんが好き。二人は唇を重ね恥ずかしそうに笑いました。ミコに振られた亮でしたが、ある日松永さんを呼び出します。伝えなければいけないことがありました。ミコが和歌山に連れ戻される。松永さんは表情に動揺を浮かべます。ミコを守るために自分が家を出たのに、結局このままでは結果が変わりません。ここで行動を起こさなくていいのかと亮は問います。しかし松永さんはそれを拒絶しました。ここで自分が追いかけてしまっては筋が通らないというのです。亮は松永さんの胸ぐらをつかみました。ミコのことを笑顔にできないなら全然筋なんて通ってないと詰め寄ります。亮は歯が良かったのでしょう。自分ではミコを笑顔にできないことを知ってしまった亮。だけどせめて笑っていてもらいたい。その気持ちが亮を衝動的に突き動かしていました。松永さんは何も言い返せませんが、
その表情は決意に満ちたものに変わります。会社でのプレゼンテーションを迎えます。松永さんは渾身で企画を披露していました。旅に出る理由は、その笑顔。松永さんが打ち出したキャッチコピーには、シェアハウスでの笑顔あふれる生活がぎゅっと詰まっていました。ミコの笑顔も思い浮かびます。プレゼンテーションが終わったタイミングで、寮から連絡が来ていました。ミコがシェアハウスを出る時間が早まったとのことです。松永さんは焦ります。矢も盾もたまらず、会社を飛び出しました。ミコはシェアハウスのリビングで思い出にふけっていました。もう覚悟は決まったようで、その表情に未練はありません。そこへ、松永さんがシェアハウスに到着しました。ミコの出発に間に合ったのです。実はそこには寮のアシストがありました。一度は出発したミコでしたが、忘れ物をしていると寮が連絡をして呼び戻したのです。思わぬ再会にミコは驚きます。そこへシェアハウスの面々もやってきました。寮の作詞っぷりに舌を巻きつつ、こっそりミコと松永さんの様子を覗き見します。松永さんはミコに仕事が順調であることを伝えました。それも全てはミコのおかげ。ミコは謙遜します。しかし松永さんは本気でした。感極まった表情を見られたくなかったのか、松永さんは後ろを向き、全てを打ち明けます。保護者でいなければならなかったのに、いつも一生懸命なミコを見ているうちに、だんだんと恋愛感情を抱いてしまったこと、それが苦しかったこと、そして俺はミーコがいなきゃダメなんだ。それを聞き、ミコは涙を流します。松永さんは振り返りました。俺と結婚してくれ。え？ミコは驚きに目を丸くします。部屋の外で様子を伺っていた健太郎たちも松永さんの突然のプロポーズに面食らいました。そこにはミコの母もいます。今すぐということではないと松永さんは補足しました。将来的には結婚したいということなのです。俺は真剣だ。それを聞き、ミコは守られるだけでなく一緒に歩んでいきたいと言いました。私も松永さんと結婚したい。それが松永さんのプロポーズに対するミコの答えでした。と、そこへシェアハウスの面々とミコの母がなだれ込んできました。まさか聞かれていると思っていなかった松永さんとミコは驚きます。ミコの母は松永さんの本気の気持ちを知り、にこやかに微笑むのでした。1年の時が経ち、ミコは高校を卒業。シェアハウスではミコを祝おうとメンバーが待ち構えていました。ミコはまだシェアハウスに住んでいるのです。ところがミコは帰ってきません。松永さんがミコのことを呼び出していたのです。見せたいものがあると言って視線を向けた先には、旅に出る理由はその笑顔。松永さんがデザインしたたくさんの笑顔が東京の空を飾り立てています。ミコはすごいと感激のため息を漏らしました。松永さんはミコのことを抱き上げ、喜びを分かち合います。彼女を下ろすと顔を斜めにかしげ、唇を近づけていきました。ミコはついに来たその瞬間に目を閉じて応じます。しかし今にも触れ合おうかというその時、松永さんは真顔に戻り顔を背けました。キスはまだ早すぎる。ミコは悲嘆に暮れます。保護者が抜けきらない松永さん。しかしミコの手を取り歩き始めます。もうそこには一切の迷いもありませんでした。さて、最終話、かなりの駆け足でした。冒頭ですでに松永さんは去っており、それを受けて亮がミコにアプローチ。亮の告白はミコの喪失感を埋めてあげたいという気持ちがきっかけでした。ところがミコの気持ちが松永さんから離れることはなく、亮になびきませんでしたね。ミコにとって亮の告白は晴天の霹靂だったと思うのですが、あまり動揺もなく即答で振っていました。亮も十分に魅力的な男子だと思うのですが、松永さんの存在はそれほどまでに大きかったのですね。結果、亮は松永さんのアシストに回ることを決意。シェアハウスの中でただ一人恋人ができない結末を迎えてしまいました。ただ、猫の貞子には好かれています。原作の貞子は亮にベタ惚れ。最後の最後にやっと原作通りの設定になった亮でした。健太郎と朝子さんが結ばれました。おめでとうございます。前回の気まずい雰囲気から一転、実は素直になれなかっただけの朝子さんでした。離婚経験があったことから臆病になっていたのかもしれませんね。解放されたダムのように全ての感情を常時垂れ流しにしているミコとは対照的なキャラクターでした。健太郎も実は一途に朝子さんのことを思い続けていました。ミコに対して抱いてしまった感情に思い悩む松永さんをずっとそばで見守ってきた健太郎。松永さんにアドバイスを送りながら自分自身もずっと葛藤し続けてきたのでしょうね。そうそう、髪型も変わって誠実さあふれる雰囲気に、告白の時の目もキラキラうるうるし、大きな勝負に出ていることが伝わってきました。 SNS でもケンちゃんがトレンド入り、なんなら松永さんをちょっと食ってしまうほどの勢いでした。普段とのギャップにぐっと心をつかまれる方が多かったのでしょうね。あなたは挑発派？単発派？もちろんキスシーンについても話題になっていました。健太郎を演じた向井浩二さんはキスシーンを実際に演じたのは初めてとインタビューでお話ししていました。水族館でのロマンチックなワンシーンはキスをしたふりでもおかしくなかったのですが、向井さんが指していたのは今回のシーンだったのかもしれませんね。役者としての貴重な機会を経験した向井さん、4月3日からは特捜9に出演します。あれ、髪を切ったのはこのためと思ったら、頭髪はカツラと常連の西ヶ谷さんから教えていただきました。ありがとうございます。
さて最後は松永さんとミコの2人。最後は松永さんらしい実直さでミコとの仲を認めてもらう形になりました。松永さんの不器用さはガツガツしていないようにも捉えることができ、僕みたいなピュアな成人男性にとって安心感がありました。きっとそれはミコも同じ。いつもリビングでおかえりミコと言ってくれるのは、新しい環境で暮らし始めたミコに変え難い安心感をもたらしたのでしょう。そんな松永さんでも11話ではミコの母にドン引きされてしまいました。からの最終話、ミコのお母さんにほぼセリフがなかったのはどういうことですか？実直にミコへの思いを解くシーン。なだれ込んできたシェアハウスの面々の後ろにはミコの母がいました。2人の気持ちが結ばれたのを見て、全てを理解してうなずくだけのお母さん。いや、それでいいんですか？2人の間に立ちはだかる最大の障壁として君臨して、物語にもう一波乱起こした方が盛り上がったのでは？思い返せば、ミコをちゃんと一人の大人として叱ったのを目撃しただけで、初対面の松永さんに保護者の任を与えたのも浅すぎました。とにかく尺が足りなかったんですよね。いや、ほっこりラブコメディなリビングの松永さんにあまり大きな恋の障壁は求められていないという事情かも。先日の YouTube ライブではリビングの松永さんについてもう一人のピュアな成人男性、漫画 YouTuber の歌丸さんとトークしています。歌丸さんが語る一番信頼感のある登場人物とは誰なのか、ぜひ聞いてみてください。今回はリビングの松永さん最終回の感想をお届けしました。年明けから3ヶ月間お付き合いいただきありがとうございました。恋愛ドラマのレビューは僕にとって挑戦的な経験でした。いかがだったでしょうか？ここまで付き合ってくれた皆様、最後にコメントやいいねをしていただけるとすっごく嬉しいです。何卒よろしくお願いいたします。さて、次の春クール、地上波のドラマを取り上げる予定はありません。気ままに VOD で配信されている作品をマイペースに取り上げてみるつもりです。現在は Netflix で配信中の3体に取り掛かっています。前半の動画はすでに公開しているので、ドラマを全部見た人はご覧いただけると嬉しいです。そして夏にはトリリオンゲームで主演を務めた目黒蓮さんの新作ドラマが始まるそうです。こちらは毎週取り上げるので、3体なんか知るかという方もぜひ登録解除はしないでお待ちください。さて、リビングの松永さん、TVer ではまだ見逃し配信が行われています。こちらは無料なのでぜひもう一度どうぞ。 Unext では定額見放題で配信中。見逃しすぎてしまった方、 CM を挟まず見たい方はこちらへどうぞ。初めての方は最初の1ヶ月間無料で見ることができます。僕も Unext で視聴しています。それではまた次回もお会いできますように。バイバイ。